皆さんこんにちは。本日は前回の動画で約束した、この物件を、買ったいきさつと、えいろいろ話していきたいと思います。で、まずですね、この物件を購入するに至った経緯からお話ししていきます。遡ること4年前、当時の私はいろいろあって親戚のおばあさんの家の浴室や床を修繕することになりました。私の主な仕事はエアコン、家庭用のエアコンを設置する仕事なんですが、リフォーム系のことはよく分かりませんでした。なので人に聞いたり、やり方の参考として YouTube でいろいろな工事関係の動画を見たりしていました。中でも中古物件 DIY リフォーム系の動画をよく見て参考にしていました。修繕は大変なこともありましたが、それは自分にとって大きな経験となり、何よりも楽しかったです。で、おばあさんも喜んでくれて、やりがいを感じました。その後、ドイツに1年間ワーホリ滞在していました。新しい環境で学校に行ってみたり、バイトをしてみたり、時々ホームシックになったりしながらも、なお日本のいろいろな DIY 系 YouTuber の方の動画を見ていて、憧れを持ち、自分もいつかやってみたいと思うようになって、物件購入して DIY することがいつしか夢の一部になっていました。で、帰国後は目の前の仕事をこなしたり、新しいジャンルの事業に挑戦してみたり、時々旅行やレジャーに出かけたりで、日々が過ぎていきつつも、物件購入のお金が少しずつ貯まっていきました。そして去年末ぐらいから不動産情報サイトで気になった物件を見つけては、現地を訪問見に行ったり、街を適当に歩いてたまたま見かけた空き家っぽいところを Google マップに位置を保存したりするようになりました。自分の予算で手が出せる物件を見に行くと、ほとんどのほとんどが普通の人のセンスなら絶対に手を出さなそうな、とてもそのままの状態で住むことはできない問題のある中古物件ばかりです。中には現役のスズメバチの巨大な巣が玄関扉の上にあったり、残地物で床から天井までぎっしりと埋め尽くされたりで、内見すらできなかった強者物件もいくつかありました。安く買いたいという欲が強い私は、指値が通らない物件はすぐ誰かに買われて、不動産屋さんが売り出している私の、現金ですぐ買えそうなものとなると、遠方の地方の物件だったり、もう誰がこれ買うのと疑問しかない激ヤバな物件、そういったものがほとんどでした。不動産屋が扱っている物件探しでうまくいっていない中で、ふと空き家の持ち主と直接交渉できたら、不動産屋と余計な手数料いらないんじゃないかと思い、空き家の持ち主さんを見つける方法を調べ始めました。そして見つけた方法を使って前から目をつけていた空き家の持ち主さんとコンタクトが取れて、無事双方納得のいく金額で売買することができました。それがこの廃墟です。3年越しの夢をこの廃墟で実現させていきますので、物件の変わっていく姿、
皆さんもこれからもお楽しみにご視聴お願いいたします。そしてコメントや高評価、チャンネル登録してくださるとモチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それで2つ目は、このボロボロの家、DIY でどこまで直すの、完成後はどうするのかというところで、もともとある柱や梁などの活かせそうな構造物はまた再利用しつつ、それ以外の、外壁とか、何ですかね、屋根とか内装設備、ほぼ全部やり直す予定です。この物件、床の下が土の地面むき出しで、その土が結構水分を含んでまして、で、物件の立地的にも雨が流入しやすいような土壌、湿気が多いので、湿気を遮断する、シロアリ対策するということで、DIY でベタギソも挑戦してみたいかなと思っています。なので、完成後は新築みたいになると思います。ひとまず今、解体進めてますが、それが終わったら測量して、間取りなど考えていきたいと思います。で、時々広報や、材料について友達のプロの大工さんからアドバイスをもらっています。それで今回の平屋 DIY 計画の概要を一応地元の設計事務所の建築士さんに説明して、建築確認申請の必要がない DIY との見解をいただいていますが、念のため今後役所にも確認していきたいと思っています。このフルリノベーション DIY が終わったら、人様に賃貸物件としてお貸しする予定でしたが、自分たちで、時間と苦労を費やした物件はきっと愛着が出ちゃうんではないでしょうか。なので、もしかしたら自分たちで住んでみるかもしれません。で、物件購入費と今のところの経費発表いたします。土地と建物、そして、お隣さんとの共有部分の土地の持ち分2分の1がありまして、全部で70万円。そして、え売買契約結ぶときに司法書士さんお願いしました。その費用と、登録免許税、税金ですかね。で、21万円。なので、物件の取得費で、ざっくり91万円です。で、DIY を始めて約1ヶ月が経ちましたが、今のところの経費は合計でざっくり15万円ぐらいです。今のところほとんど解体しかしていないので、ゴミの処分関係の費用が大部分、続いて材料や工具、その他諸々の雑費といったところです。はい、最後に場所です。場所は、詳細まではちょっと発表できないんですが、日本の神奈川県某所で、駅から徒歩10分、その駅は私鉄の特急が停車する駅です。首都圏から特急乗れば、3、40分ぐらいで行ける駅です。東京からですね。で、土地の全面道路の雪面状況が2メートル以下なので、法律上だと、再建築ができない土地、建物を更地にしてまた建て直すということができない場所になります。はい、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後とも
また見てください。それではさようなら。